皆さんこんにちは。こんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主のくるみです。今日は八丈島の貸立地区にある千両さんというお蕎麦屋さんにお邪魔してます。もう念願の企画だった八丈方言の話をしていきたいと思います。八丈の方言は消滅の危機にあると言われている本当に貴重な方言ですけれども、今日は貸立在住のお二人に来ていただいてお話を聞いていきたいと思います。自己紹介をお願いします。貸立、町じゃなくて村に育った87歳の笹本和邦です。よろしくお願いします。千両のご主人です。千両のすぐ隣に住んでいる矢田光と申します。どこで年取ったかわかんないけど93歳になります。素晴らしい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村だったんですね。生まれた時は、生まれた時は末吉村、中野村、貸立村、大川村、三綱村。へお母さん八丈方言もそれなりに違いますね。貸立はどんな方言だったんですか？貸立って一番貸立の方言そのものはもう昔の時代からつながってる言葉が多いですよ。もじゃれやるとか、あなたじゃなくて、もみゃっていう、もう丁寧な言葉、貸立の一番いいとこじゃないかな。貸立褒めまくる。長野郷は言葉きつい、汚いって言われてますね。今日の企画は2人の思い出話をお聞きしながら貴重な八丈島の方言を皆様にお届けしたいと思います。話すぐやけど、中野郷で昔さ、牛相撲あったよね。思い出すな。たみちゃんは見た？牛相撲。牛相撲は戻りの貸しの和彦兄自分で養って持って行って使ってた。中野郷で牛相撲やるのに貸し立ての牛を持ってったの？歩いて？歩いて。これやっぱ金もらったの？名もらったさ。賑やかだったもんね。牛のつまずきよりも面白かった。会話有名人だけど。竜数だなの。竜。あそこはずっと大正3の時期だからさ、上から下まで。やたみちゃん家では牛がやっても牛相撲やないだろ。牛乳で。牛買ってたもんね、みんな。牛乳が一番の現金収入。毎月森永に売った牛乳を月々現金。俺も3匹いたけど、絞っても絞ってもな、こうでならコーデってなんて言うんだろう。筋肉痛なの。筋肉痛。私は内容はしっかり作ったろ。一番っていうくらい作った。向こうから養蚕教師が見えてさ、指導してメスだけを毎日さんにじゃ送ったろ。群馬県だっけか。蚕のね。種繭っていうのを粉さんを養ってさ、できた繭はみんなそこに収めて、ここでもまた金。違うね、今とね。壁を入れて大変だろう。壁屋ってあんど？壁は桑の葉っぱ。蚕の餌ね。養蚕休み、麦冬休み、じゃがむし取り休みって学校休みばっかりだから。家の仕事の手伝いで堂々と学校を休んだってこと？学校全体が休みになる。うちの手伝いをすれって言われる。ゆとみちゃん、若い時貸立踊りをやってたのはホテルなんだっけ？ロイヤルのホテル？そうそれ。頼まれて、それでやたのちゃん引っ張ってるな。その頃車はあった？車はあったの。踊りに行くのにはロイヤルの車が迎えに来て、それで踊りに行こう。男の人の踊りが素晴らしくて思い出そうっていう。
みんな腰が同じ下がってて、わあ見てみたいな。本当踊りもう一回見てみたい。本当だあんまりね。素敵で、貸し立て踊りはさ、昔は男が踊るもんだよ。学校卒業せば絶対男が踊ったんだけど、うん、大東亜戦争でみんな男が戦争に行ってしまったんで、踊る人がなしになって、これをなしにするわけにはいかないっていうので女子青年団で立ち上げて、それで後を継いだ。こうやって喋るとやっぱり島言葉出るわ。あだのあだのあなたと喋ると島言葉が出るね。出るわ。そうだねっていうね、今の会話は。島言葉なじけるのよ。島言葉がなくなっちゃうだろうなって言ってますね。我慢して喋ってもらわない。残してもらうありがたけの。でも残してっていうのもなかなかさ難しいよね。あしゃ年代がみんな丸ごとなしになるだろう。私たちの世代が死んじゃうとなくなっちゃうだろうなって言ってますね。でも残ってもらいたい。残れば素晴らしいと思うに、出てこないだろう言葉が。ゆきちゃんは耳も達者だし目もいいし素晴らしいよね。耳は一番よくきゃ、あとはよくもまあアニメだけど最高です。元気でいるだけのすごいよ本当に。100歳を目指して頑張るぜ。ね、本当山に行ったりね運動したりしてるからかな元気なのは。山行くと嬉しきや。やり始めるとのはにかはやらないかや。ありがち始めたいしかやりたいし。もうねゴミ捨てから食事洗濯、まあ昔やること順々とやっているだけで、畑はなきゃな、全部貸しちまって。みんな畑はいっぱいあるんだけどみんなに貸してその人から野菜もらったりして、野菜には困ったことになっちゃう。まあ我がことはさ元気で長生きすることしか他にないから生きるためには食べなくちゃと思って1日 3回ちゃんと食べるようにはしている。そういう頭があるじゃけのしっかりしたらいて。頭がのまあまだ耳が聞こえるから頭は大丈夫だ。素晴らしい。おみやが若き時は何してやろう。走りこら足が速かったんだ。走りの競争だな。5地区で青年団っていうのがあってそれで対抗やったよ。で後ではね七島大会っていうのがあって伊豆七島回って大会もした。八丈島の女が一番強いんだよ。八丈島でも女性は貸し立ての人が貸し立ての人が強いんだよ。昔はみんな走りこらが盛んだな。卓球は娘の人が強かったね。みんな昔の人、おのの時代の人は極楽だね。極楽でも運動会の話をすることもあるから。これが最高だのは運動会の話をするの。かじちゃんのおかげで。お仕事。花作る、ストレッチや。北青森からずっと全国名古屋まで一箱ずつ送った。12月の頃になると大きなストレッチャー1本で500円もする。それで稼いだ。ストレッチャー、ストレッチャー山いっぱい上から下までストレッチャーをやった。12月にストレッチャーが必要、正月向けに必要だったのな。昔例えば旅行とか行ったことありますか？小笠原。行ってね。それだけで。あ、本当？小笠原？小笠原。園芸同好会っていうのは大勢行ったよ。3、40に行ったんじゃないかな。今あちこちに河津桜っていうのが咲いてあるじゃん。あれはあの時に向こうから持ってきた。苗が今花盛りだ。園芸同好会で持ってきた花だ。今咲いてるよね。花がね。濃い色のやつはみんな園芸同好会のやつだよね。
60歳になるとクラス会で同級生で旅行するんですよ。70の人もね。70の時は北海道でね、寝てばかりあるバスの中で、一番旅行っていうか踊りで行ったのはさ、知床。知床まで青森の遊楽船に乗ってずーっと知床まで、その自分がちょうど知床の岬の浜那須の咲く頃、歌が流行り始める時だ。知床か、ちょっと丘に登ると白夜にお月様が出るだ、それ見た。あれが一番の思い出の旅。あれ日雇いしたったかな。忙しお父さんはい。ね、日雇いのね、まあね、金属とボラザーやったりね、あと飛びの船に乗ったり。それで役だったんだけど、一番前に座って隣に頭の横に座って「お前もいいな」って宿題やってみんな。仕事めっちゃしてるからもう夜は眠くて、で先生を寝かしとけって言ったっつってね。寝に行ったもんね。だけど大勢だったからさ、ほいで俺が2年生の時かな、水泳の生徒がほとんど自衛隊に行ったんだよ。ほいで自衛隊のちょっと上の人がいたみたいで、みんな誘ったもんだから全部行っちゃってさ、20人ぐらいいたんじゃないかな。本当の勉強したやつだけが残って、やっぱりそいつはみんな頭良かったけど。定時制も三原中にあったの。8校じゃなくてみんな人数も多いからあっちはこっちこっちはですね。あってね、でその定時制から帰ってくる人たちを待って夕飯食べたいだろうから、昼間仕事して夜勉強してで夕飯をやるのにここ遅くまでやってましたっていう。みんな帰ってきて役が終わるまで辛抱してここに待ったの大変だよ。また毎日来るんだよその子がね。でも朝も早いし、昔はもう観光客も多いから船着いた人たちの朝ごはんやってたんです。船寮でやってたよね。やってた。昔は貸したつだけにも民宿が56軒あったからさ。7つだと思う。7軒か。もうその人たちがもう船で来る人たちをもう朝飯毎日だから作りきれないわけよ。そうね、セッティングもしなきゃいけないしうちでね。準備して食べさせたりしたんだけど、忙しかったね。忙しかったよね。忙しかった。ちっちゃい時手伝ったもん、ここ並べたりして。よく繁盛したな。まあおかげさまで60年も続いてるからね、どうにか。祖母が80種はなくて食べたことない人ばっかりだったんだけど、そう貸したてに2人ついてない。それ食べた人が3人じゃなかった。食べた人が磯崎園の小太郎ちゃんと釣り具屋の明おじちゃんとワニタ建設の明おじちゃんね。それで売っては食べさせて、もうそろそろ金もらってダメかいって言ったらもういいだろうって言われて、それでやっとお金もらえたんだけど、そばには苦労したね。食べたことないんだからさ。俺も食べたこともちろんないし。皆様いかがでしたでしょうか。私と喋っている時は普通に標準語で普通に会話が成り立って分かるんですけど、2人だけの時は何言ってるかやっぱり分かりませんでした。ご協力ありがとうございます。ご協力ありがとうございました。お二人のこの八丈方言を聞きたい方はぜひ八丈島の貸立地区千両様来てください。私のおすすめメニューは私が、3人子供いるんですけど、子供が小さい時にいつも出前を取ってるんですね、で盛りそばとチャーハンが大好きでいつもそれを取ってました。それがもう本当に思い出です。うちの子供が大好き。千両さんもともと氷屋さんだったらしくて、今多分島で一番かき氷が人気だと思います。美味しくて安い。夏おすすめです。ぜひ遊びに来てください。また見てね。バイバイ。